はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。今回は最強に怖い高評価なホラーゲームをピックアップしてみました。正直私自身はホラーゲームは苦手であまり興味はなかったですけども、この動画を作るにあたってプレイはしていませんがかなりの実況動画やプレイ動画を見ました。めちゃくちゃ怖かったですけども、しっかりとした物語がある作品が多くて、見ているうちにかなり引き込まれました。ですので今回はビビリの私が実際に映像を見て最強に怖かった作品や物語が良かった作品をメインにピックアップしました。評価が 80% 以下で紹介に入れていない面白そうな作品も概要欄に記載しておくのでチェックしてみてください。紹介する作品は全て日本語で遊べる作品となっております。参考プレイ時間は How Long to Beat というサイトのメインストーリークリア時間を参考にしています。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたなら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。それでは早速見ていきましょう。まずはじめにメイド・オブ・スカー。実在する屋敷スカーハウスを題材にしたサバイバルホラー。物語の舞台は1898年のウェールズ。架空の島スカー島にあるスカーホテル。物語は一通の手紙から始まる。手紙の送り主は恋人エリザベス。父にホテルで歌うことを強要され監禁されている。助けてほしいと綴られていました。主人公のトーマスは恋人を救うためスカーホテルへと向かうが、ホテルに人気はなく廃墟と化した状態だったという物語。一人称視点で展開する本作は音をテーマにしており、物を言わざる者たちと呼ばれる物音に反応するモンスターと対峙した時は口に手を当てて息を吸う音すら立てずに進んでいくといった非常に緊張感のあるスリルを味わうことができます。このホテルで何が起こっているのか、エリザベスは無事なのか、トーマスは全てを確かめるべく不気味なホテルへと足を踏み入れていく。メイド・オブ・スカーは非常に好評な日本語対応の作品です。インフリクション。崩壊した家庭の暗い秘密へ迫るホラーアドベンチャー。舞台は1999年。車を運転しながら帰宅途中の主人公は妻からの電話で航空チケットを家に忘れ、搭乗手続きができないので探してほしいとお願いされる。誰もいない自宅は静けさとともに不気味な気配を感じつつも、家の中を探索し航空券を見つけたところで歯車は狂い出す。突如として一変した自宅。事態を把握できないまま車に飛び乗り逃げ出すことはできたが、ガレージから追いかけてくる女性の幽霊、そしてハンドルを握る手は血まみれ。気を取られた主人公は事故に遭い、気がつくとそこは自宅の一室だった。ゲームは手探りのまま幽霊のさまよう変わり果てた自宅を複数の時間軸で探索し、この家で起きた真実を知ることになるといった物語。過去をたどることで見えてくる真実とは一体何なのか。インフリクションは非常に好評な日本語対応の作品です。Don't be afraid。誘拐された子供が主人公なサイコロジカルホラー。サイコパスな殺人鬼に誘拐されてしまった11歳の主人公デビッド。そしてこれはデビッドの無邪気な子供時代の終わりを告げる物語。マネキンだらけの不気味な館で襲いかかる未知なる恐怖の物語が幕を開けます。プレイヤーはチャイルドキラーと呼ばれるサイコパスフランクリンに誘拐された少年デビッドとなって、マネキンだらけの狂気の館で命がけの脱出ゲームを強制されていくことになります。屋敷内の至るところに設置された監視カメラによってデビッドの行動は監視されており、その様子を見て楽しむサイコパスのナレーションによって物語は進行していくところがとても不気味。館内にあるメモや文章などを読み解いていくことで、この館や住民の謎が明らかになっていき、結末は複数用意されたマルチエンディングシステム。Don't be afraid は非常に好評な日本語対応の作品です。ファイブナイツ・アット・フレディーズ・セキュリティ・ブリーチ。夜間警備員となって深夜のピザ屋を徘徊する殺人マシーン、アニマトロニクスから逃げ延びるファイブナイツ・アット・フレディーズシリーズの最新作。
本作は巨大施設メガピザプレックスに閉じ込められた少年グレゴリーとなって脱出を目指す物語。施設内には不気味に徘徊するアニマトロニクスの他に、共に脱出を呼びかけてくる紫色のマニキュアをした夜間警備員のバネッサが登場。グレゴリーは腕時計型のデバイスを使って監視カメラにアクセスすることで、アニマトロニクスとの遭遇を回避したり、便器管やおもちゃや様々なオブジェクトを利用してアニマトロニクスの注意をそらしたり、臨機応変に対応しながらも施設内の秘密を明らかにするとともに夜明けまで逃げ延びなければなりません。Five Nights at Freddy's Security Breach は非常に好評な日本語対応の作品です。マディソン、カメラが頼りのサイコロジカルホラー。主人公は暗い部屋で目を覚ましたルカ。悪霊マディソンに呪われたルカは数十年前に始まった血みどろの儀式を完遂すべく忌まわしい行為を強制されていきます。プレイヤーはルカとなって儀式を終わらせマディソンの呪いから逃れるため、見えてはいけない何かが映る祖父が残したポラロイドカメラを使い、暗く不気味な屋敷を進んでいく。ゲームは不気味な屋敷を探索し、アイテムや謎を解くヒントを集めパズルを解いていくことで進行。発生するパズルやイベントはランダムに設計されており、先の読めないスリルと緊張感を味わうことができます。マディソンは非常に好評な日本語対応の作品です。ホームスイートホーム。実話と神話に基づいたタイ産のステルスホラー。ホラーゲームに定評のあるタイのホラー作品です。主人公のティムは夢見心地の中、失踪した妻ジェーンの声で目を覚ます。目を覚ますとそこは暗く荒れ果てた見知らぬ部屋。出口を探すため薄暗い不気味な建物を探索していると、女子大生が行方不明になったという新聞記事を見つけるとともに、女性の人影を発見する。出口を聞くため女性を追いかけるが、そこにいたのはカッターナイフを持った血まみれの恐ろしい女だったという物語。プレイヤーはティムとなって妻の痕跡を追い、カッター女をやり過ごしながら独自の世界観で表現された現実と非現実が入り混じる奇妙な世界を探索し、日記や新聞を拾い集め、それをヒントに物語を紐解いていきます。ティムは迫り来る悪霊から逃れながら妻を探し、無事に家へ帰ることができるのでしょうか。ホームスイートホームは非常に好評な日本語対応の作品です。ザ・ダーク・ピクチャーズ・アンソロジー・ハウス・オブ・アッシュ。全8作で構成されるダーク・ピクチャーズシリーズの第3作目の作品です。幾度となく迫られる決断によって物語やキャラクターの生死が左右される新感覚のホラーアドベンチャー。3作目となるハウス・オブ・アッシュの舞台となるのは2003年のイラク戦争末期。大量破壊兵器を探していたアメリカの特殊部隊は現地で敵勢力の攻撃を受け、さらには戦闘の最中、巨大な地震が発生し、両軍の兵士たちは地下深くに眠るシュメール神殿へと誘われていきます。神殿で見つかる怪しげな石板、悪魔をかたどった彫像、そして迷い込んだ兵士たちに襲いかかる未知の怪物。恐怖に満ちた発見と究極の決断が生き残った者たちに襲いかかります。自己の生存を優先するのか、敵対関係を乗り越えて団結して恐怖に立ち向かうのかはプレイヤーの決断次第。ザ・ダーク・ピクチャーズ・アンソロジー・ハウス・オブ・アッシュは非常に好評な日本語対応の作品です。ビサージュ。一人称視点のサイコロジカルホラー。舞台となるのは暗い過去に満ちた不気味な屋敷。この屋敷では家族それぞれが狂気や自殺、一家惨殺といった凄惨な死を遂げていた。屋敷の一室で目を覚ましたプレイヤーは、超常現象や今は亡き家族の亡霊がさまよう屋敷を探索し、記憶の断片や過去の痕跡を紐解き、この家族に何が起こったのかを追体験していくことになります。屋敷内には突如発生する超常現象や過去の亡霊が満ちており、それらと対峙しながら探索を進めていくことになります。また、本作には小気道を示す産地が設定されており、
恐ろしいものを目撃したり、明かりのないところに居続けると小気度は大きく低下していくため、ライターやキャンドルなどで明かりを確保して小気度を保たなければなりません。常にプレイヤーに襲いかかる亡霊たち。探索を進めていくことで明らかになるこの家族の真実と主人公の過去の記憶。探索と物語性に重点が置かれた本作は、美麗で繊細に描かれたリアルなグラフィックと、音楽もプレイヤーの足音と不気味な演出音しかないので、かなりの没入感と恐怖体験を味わうことができます。ビサージュは非常に好評な日本語対応の作品です。パラノーマル HK、 香港の都市伝説をテーマにした一人称視点のホラーアドベンチャー。香港の人気番組霊界脱出ゲームの撮影のために空論城にやってきたクルーたち。美人キャスターキャシーの企画説明では、空論城を訪れたキキ、ペギー、キャシーが3つのグループに分かれてお化け通りを脱出する速さを競うといったもの。しかし撮影中にカメラが故障してしまい、先に探索すると言い出したキャシーは一人で奥へと進んでしまう。主人公であるカメラマンロクもキャシーの後を追って奥へと進んでいくが、恐ろしい事態に巻き込まれていくといった物語。ゲームは都市伝説と実在した事件をテーマに描かれ、何かに取り憑かれて襲いかかってくるキャシーを助けるため、空論城を探索していきます。呪いの原因も解き方もわからぬまま奔走する主人公の元にかかってくる謎の人物からの電話によって物語は進展し、謎だらけの物語が少しずつ紐解かれていきます。香港のローカル文化や風習を表現した世界観で、独特な恐怖体験を味わうことのできるホラーアドベンチャー。パラノーマル HK は非常に好評な日本語対応の作品です。レイヤーズ・オブ・フィアー。狂気の画家の精神世界を描くホラーアドベンチャー。独特な恐怖演出と美麗なビジュアルが特徴の本作は、最高傑作の絵画を完成させるため、心を病んだ画家の精神世界の奥へと入り込んでいく物語。精神世界は広大なビクトリア朝時代の屋敷で構成され、屋敷内は生活感があるものの、人の気配が全くしない異様な雰囲気。刻一刻と変化し続ける部屋と回廊をさまよいながら、狂気の根源へと近づき、画家を蝕む幻覚と恐怖を一つ一つ紐解くことで、暗い真実が明らかになっていきます。ゲームは探索と物語性に重点が置かれ、激しいアクション要素はなく、物語を読み進めていくタイプの作品となっており、行動の一つ一つがストーリーに影響する臨場感あふれるゲーム作りはかなりの恐怖と没入感を感じることができます。結末は複数用意されたマルチエンディングとなっており、周回プレイを通して全ての真実が明らかになっていきます。レイヤーズ・オブ・フィアは非常に好評な日本語対応の作品です。シャドウコリドー。高難易度和風ホラーゲーム。もともとは2017年にカゲロウシャドウコリドーとしてフリーゲームで配信された作品の面白さはそのままに、ゲームボリューム、グラフィックややり込み要素を10倍にして Steam でリリースされた作品です。ある夏の夕暮れ、主人公は幼い頃の夏の日を思い出し、心の奥にしまっていた冒険心をくすぐられ、錆びれた路地へと足を踏み入れた。そこで一匹の黒猫と出会い、誘われるように黒猫の後をついていくと、いつの間にか古びた日本家屋のような回廊に迷い込んでいた。プレイヤーは出口を探して回廊を探索していく中、薄暗い回廊に響く鈴の音とともに現れる不気味な能面をつけた化け物と遭遇するといった物語。ゲームは一人称視点で展開し、能面をつけた徘徊者に捕まらないように勾玉を集めてゴールへ向かうといったシンプルな内容。ステージクリア型の本作は、プレイするたびにアイテムの配置や地形が変わるゲームシステム。鬼ごっこ系のゲームでありながら、ストーリー性も良く、アイテム収集やマルチエンディングなど、やり込み要素や隠し要素なども盛り込まれています。シャドウコリドーは非常に好評な日本語対応の作品です。マンドーン。アルプスの人里離れた山間の村を舞台にしたホラーアドベンチャー。
細部まで細かく描かれた鉛筆画のタッチは印象的でありながらも不気味さをより一層際立てていると感じられる本作。物語は一通の手紙から始まる。故郷の村の牧師からの手紙には、祖父が火事で亡くなった。しかし帰ってくる必要はない。手紙の内容に不信感を覚えた主人公カーダンは、祖父の身に何が起こったのかを自分の目で確かめるべく、故郷の村、マンドーンへと向かうといった物語。ゲームは一人称視点で展開し、祖父の死の真相を確かめるため、不気味な村を探索し、ヒントやアイテムを探し、物語を進めていくゲームシステム。山間の小さな村は深い霧が立ち込め、日暮れとともに悪しき者が姿を現す。得体の知れない恐怖に迫る物語。マンドーンは圧倒的に好評な日本語対応の作品です。ソーマ。海中を舞台にした SF ホラーアドベンチャー。交通事故で脳を損傷した主人公サイモンは治療のためトロントのクリニックで先進的な脳スキャニングを受けることになります。しかしクリニックで脳スキャンを受けていたはずが目覚めると朽ち果てた謎の研究施設だった。ここはどこなのか、なぜ自分がここにいるのか。プレイヤーは何が起こっているのか分からぬまま施設内を探索していくうちに、ここが海底研究施設ペイソス2と呼ばれる場所だと知ることになります。施設内には自我を持ったロボットや危険なミュータントが存在しており、書店員として働いていたサイモンには戦う術がなく、逃げたり隠れたりしてうまくやり過ごさなければなりません。そういった危機的状況を乗り越えながらも、施設内に残された資料やオーディオログなどを調べていくことで、衝撃の真実が明らかになっていきます。ソーマは圧倒的に好評な日本語化ファイルでの対応作品です。アウトラスト。精神病院を舞台にしたサバイバルホラー。どのランキングサイトを見てもピックアップされている怖いホラーゲームの代名詞アウトラスト。物語の舞台はコロラド州の山岳地帯にある隔離施設、マウントマッシブ精神病院。この病院では非人道的な人体実験が行われているという匿名のメールを受け取った主人公のフリージャーナリストマイルズは、ハンディカメラを片手に精神病院に潜入する。この病院で待ち受けるのは極限の恐怖と狂気の支配する地獄だということも知らずに。ゲームは一人称視点で展開し、マップは全体的に暗く、定番のフラッシュライトの代わりにカメラに内蔵されている赤外線装置を使いながら暗闇の中を進んでいくことになります。この赤外線装置の映像演出が恐怖を駆り立てている大きなポイント。さらにカメラには電池残量があり、バッテリーの減りも早いため、必要な時以外は赤外線装置を消し、暗闇の中を進むという見えない恐怖を体感することができます。惨殺された無数の死体と凶暴化した患者たちから逃げ回りながらも、施設内の惨劇を撮影して事件の真相に迫っていく物語。続編のアウトラスト2も 90% 以上が好評と、評価の高い作品になっているのでチェックしてみてください。アウトラストは圧倒的に好評な日本語対応の作品です。ファズモフォビア。最大4人のチームで幽霊屋敷に乗り込み、様々な機材を使ってそこにいる幽霊の正体を暴いていくという心霊調査をテーマにした一人称視点のアドベンチャーです。EMF リーダー、スピリットボックス、ナイトビジョンカメラなどの心霊アイテムを駆使して、その場所に取り付いている幽霊の証拠を探して、幽霊の正体を特定するといったゲームです。各幽霊には3つの証拠が設定されており、調査員が持つ手帳に証拠を書き込んで正体を絞り込んでいきます。達成した内容と難易度に応じて報酬を得ることができ、獲得した資金でより良い調査アイテムを購入し、さらなるゴーストの調査に挑んでいきます。ただし、調査に持ち込んだアイテムは幽霊にハントされてしまうとロストしてしまうので注意が必要です。とにかく怖いという評判で VR でプレイすると怖さが100倍ぐらい上がるらしいです。4人でのプレイは緊張感がなくなるので、マルチプレイをするなら 2,3 人くらいがちょうどいいみたいです。ファズモフォビアは圧倒的に好評な日本語対応の作品です。
はい、今回は最強に怖い高評価なホラーゲームをピックアップしました。もうすぐ夏休みはお盆休みだと思うので、夏の夜長に少しヒヤッとするホラーゲームを遊んでみてはいかがでしょうか。紹介した作品はすべて日本語で遊べる作品となっております。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたなら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆様明日も良い一日でありますように次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。